今回は、都城市山口町の物件を紹介するぜ。目の前には、意外と車通りの多い道路があるな。県道47号線だしね。駐車場は、軽自動車が止められるスペースしかないみたいだな。軽でもギリじゃね。土地面積が、約 59.37 坪。床面積は、約 21.79 坪。木造平屋建ての 3DK だな。1991年に建てられた空き家だぜ。街灯、キャワいいね。いい形も。ここは日差しもついてるから、洗濯物を干すにはぴったりなスペースだ。奥には、倉庫と屋根のついた作業スペースがあるな。一段上がったスペースもあって、かなりの容量が入りそうな倉庫だぜ。剥き出しの柱と梁が、いい味出してるな。おお、これは、カニ歩き検定1級最終試験会場はこちらです。エラ呼吸選試験は、風呂場です。ここにも、日差しがついたスペースがあるぜ。表の日差しはフルオープンだな。開放感を極限まで追求したグッドデザインだぜ。ただの吹きさらしじゃないの。ここでちょっと周辺環境、学校が徒歩圏内だから、子育て世代には安心な環境だな。あんたには一生縁がなさそうな環境ね。駅や病院も近いんだが、スーパーが少し離れてるんだ。山の口にはスーパーがないから、隣の高城町まで買い物に行かないとだな。買い出しは計画的に行かないとね。周りは田んぼに囲まれていて、のどかな環境だな。ちなみに山の口にはスマートインターもあるから、宮崎市内へのアクセスが良くて、人気の場所なんだぜ。中に入ると木質タイルをレンガ調に並べたおしゃれな玄関がお出迎え。おっと、そこにいたのか。って思うくらい、空間に溶け込んだ靴箱があるぜ。名付けてアサシンシューズボックス。変な名前つけんじゃねえよ。大きな窓は、最高性が高くて気持ちいいな。玄関を入ってすぐに台所があるのは斬新だぜ。学生マンションの上位互換だな。たとえに悪意を感じるぞ。時代を感じる薄ブルーのタイルがいい味出してるな。シンクは結構広いぞ。左右にスペースがあるから、シンクの蓋を上手に使えば、調理スペースが確保できるな。これはかなり料理がしやすそうだな。コンロは、二口のガスコンロ。一応システムキッチンになってんだな。換気扇は、懐かしの扇風機スタイルだ。出窓は奥行きがあるから、色々と物が置けて重宝するぜ。台所の背面は全面窓になっていて、明るいな。ほんと変わった間取りだこと。とりあえず、扉を全部開けてみよう。扉を全部開けてみると、意外とたくさん収納できそうだな。自分好みに配置をカスタムしていくのが楽しそうだぜ。これだけスペースがあれば、キッチン周りがすっきり片付くのは間違いないな。空いたスペースに何を置こうか、そんな贅沢な悩みも出てきそうだな。これは、エアコンのダクトかな。台所の隣には、3畳の和室があるぜ。この部屋はどんな用途で使うか迷うところだな。3畳ってまた絶妙に狭いわね。台所の隣に唐突にある部屋だし、やっぱりダイニング和室ってところか。私なら、茶の道を極めるためにここを茶室に改装するけどな。いっつもコーラ飲んでるやつがよく言うね。扉を開けると開放感はあるんだが、和室の用途は謎のままだな。かなり細長いトイレだな。個人的には、トイレは狭い方が落ち着くんだぜ。皆さんは、どうですか？この細さなら、差し毛の練習にもぴったりだと思いませんか？誰がそれに共感すんの？こっちみんな。振り返ると上には嬉しい収納。ここは、洗面脱衣所だな。洗面台が、恐ろしくシンプルだぞ。最新の、ミラーレスモデルだ。一眼レフカメラかよ。洗面下の収納はあるんだが、出窓側に歯ブラシなどがずらりと並ぶ未来が見えるな。生活感が大爆発しそうね。ブルーで統一されたタイルのお風呂は爽やかでいいな。湯船の横のスペースも気になるが、それより、シャワーの位置、そこで合ってるのかい。ホースが湯船に使ってんじゃん。ビジネスホテルを彷彿とさせるレイアウトだな。アメリカンスタイルを貫いているお風呂だぜ。大きな窓は、最高性バッチリだ。襖を開けると2部屋繋がった圧巻の和室ビュー。照明の上の天井は、ジャン卓みたいなデザインだな。狂気の沙汰ほど面白い。
右手には仏壇サイズの収納スペース。和室を広く活用するためにも、こういった収納は重宝するな。隣の部屋の天井も、やっぱり潤沢になってるぜ。ダブルリーチ。こちらの押し入れは、隣の部屋とシェアする形だな。縁側にも収納があるぞ。この家、収納が少なめだから、さっきの3畳和室は、いっそ収納スペースにするのもありかもしれないな。縁側からは、田舎ならではの田んぼビューが広がってるぜ。朝はのんびり、この景色を見ながらコーヒーをすすりたいもんだな。いかがでしたでしょうか？今回の空き家、コンパクトだからこそアイデアが生きるし、住む人の感性で、唯一無二の住まいに育てていく楽しみがある。そんな空き家だったな。気になった方は、ぜひ問い合わせを待ってるぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくね。このチャンネルでは、空き家情報の掲載を無料で行っています。掲載だけでも OK。反響があるか確かめたいという方も大歓迎です。遠方の方でもご相談ください。また、不動産業者の皆様からの掲載、ご紹介も受け付けています。このチャンネルでは、人が住まなくなった家の新たな物語を見つけ、その魅力をお届けしています。もっと見たいなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。